平戸海、長崎県出身境川部屋、吉野富士、熊本県出身伊勢ヶ濱部屋、若隆景、福島県出身荒汐部屋、関脇霧島、モンゴル出身音羽山部屋、最後は大関青錦、ウクライナ出身安治川部屋。4場所目の時にぐらいですかね。あれですよ、アキレス腱を切る前豊島さんがですね、断裂の直前の場所ですよね。はい、さあこちらは琴恵峰です。返り入幕の力士です。先ほどもご覧いただきました四股がとても綺麗で足が高く上がります。十両幕内でそれぞれ1回ずつ対戦があって1対1の過去の成績です。中に入っていこうという御嶽海ですが、押っつけながら琴恵峰、これを許さない琴恵峰ですが、浅くもろ差し、左の下手も引きました御嶽海。形がだんだん良くなっていきます。巻き替えた、寄り切りました。よく辛抱しました。琴恵峰勝ちました。3勝2敗です。途中までは御嶽海がなんとか2本こじ入れようという体勢でしたが、こらえて右を巻き替えての攻めでした。どうでしょうか。いや、巻き替えたところが、はい、もう勝負のポイントになりましたね。ちょっと立ち合いはね、御嶽海に踏み込まれました。でもうまくまわしも御嶽海は取ってこう肘も張ってうまくやしてたんですけど、この肘張ってたところをそうでした。琴恵峰がね、うまく巻き返しましたね。時天空関とね、前後してこう、そうですね、ほぼ一緒していきましたがね、全部なんですよ。新十両、新入幕、新三役、全部向こうが一場所先に、そうでしたね。何をしてくるかわからないところありますからね。今場所ここまでは千代翔馬まともに立ってはいますが、今日5日目どうでしょうか。まともでした。張り手も入りましたが、ちょっと引いてしまいました。藤良賀の出足です。押し出しました。藤良賀勝って3勝2敗、新入幕力士白星先行です。馬力、その出足、力の強さで勝負する力士ですが、今日の相撲の内容どうでしょうか。いや、良かったですね。千代翔馬何をしてくるかわからないっていう、これ結構なんていうんですかね、自分もやってた側なのに、こんなことおかしいんですけど、めっちゃ張られて、今顔とかに頭当たったようですが、それと伊勢ヶ濱部屋に昭和40年代に金峰山と読む力士がいました。同じ字で、幕下の中ほどでしたが、最高位はその昔いた金峰山も同じ字ですか。金峰山も同じ、本当の熊本にある山は金峰山と読むようですが、この力士は金峰山です。師匠が熊本の出身です。腕が伸びています。一方的でした。こういう相撲を取った時の金峰山は本当に強い。そうですね。立ち合いのもろ手突きでもう状態浮きましたもんね。しかもグーンと伸びてくるから、一回状態上がってしまう。さあ翔猿です。こちら1勝3敗、4月には34歳になりますが、このところ怪我が少し影響して前頭の下位に低迷しています。こちら朝白龍、拓殖大学の出身、昨日はその後輩の
藤涼河との対戦で勝ちました。均勢の取れたとても魅力のある力士の一人、朝白龍。四つ相撲もとても技能を持っています。陽之助が合わせます。右四つにがっちり上手を引きました。ここは翔猿残しました。無理やり投げに行きますが、これは無理。け返し。朝白龍ももう一回け返しです。右の下手が欲しいところです。3回目のけ返し。翔猿の一つの、飛び道具の得意技です。出てくるところをもう一度投げで崩そうとしますが、朝白龍まだなかなか右の下手を許してもらえません。もう一発ぐらい狙ってる感じするんですね。また来ますか。かなり状態が起きました。カイナが帰りました。寄り切り朝白龍の勝ちです。こうして、回しを取って四つ相撲、だんだん形を作っていく相撲です。でもなんか最初の立ち上がりの流れ見たら、もっと簡単に決まるかなってね思いましたけどね。確かにそう言われる。結構これ一番の取り組み3回蹴り出した蹴った蹴り出した人めちゃくちゃいいですね。いや体勢がね低いから自分で突っ込んで、足が短いから当てるのも難しい。その足を取られることも少なかったですよ、僕は。ですよね。ですよね、いや、取られたシーンが思い浮かばないですよね。蹴られたシーンがあまり浮かばない。あんまりないですかね。腫れ上がったりするケースがあるようですもんね。ありますあります、本当に。かぶってるということですかね。ですね。違いますね。朝乃山が早生まれですから3年ですね。ということはギリギリかぶって中退です。さあ時間です。まずはどちら得意の四つになるかというところだと思います。そこが結構ねポイントになるでしょうしね。手をついて押し込んでいきました。錦富士。足が流れてしまった朝乃山勝ちました。今日は四つ身になることがありませんでした。ちょっと顔をしかめている朝乃山です。顔が頭が当たりました。さっきの今当たると痛いんですよね。本当にここであった。痛いんですよこれ。痛いですよね。これが普通ですよ多分。このリアクション自分も何回もありますもん。痛いって思ったことは。押し返してきた朝乃山に対して錦富士の足が、そしたらやっぱおかしなもので15キロ落としたらスピードが戻るんじゃなくてただただ軽くなるだけだったんですよ。そうですか。これ良くないなと思って、また徐々に戻っちゃうんですよ。朝紅龍は現在125キロで相撲を取っています。対戦相手狼雅、二子山部屋の力士です。さあ時間いっぱいとなりました。手をついて今日も突っ込みましたが、うわーっと止められました。手をついていないという。手をついてご当所ですからね。そうですよね。大阪四条畷の出身です。左で張ってきましたが動いたのが朝紅龍です。中に入った。押し倒しました。朝紅龍勝ちました。一度止められてその後の立ち合いは左に動きました。ですから狼雅の左の張り手が少々空振りとなりました。これはやはり2回目でちょっと気持ちが変わったんですかね。立ち合いね。だから自分この立ち合いこれだって最初は突っ込んでいったわけじゃないですか。で2つ目2番目で変えるってなんかそのどういう近いといえば近い、近くもないか。近くもないですよね。やっぱだからこのご当所っていうのが昨日でも話したんですけど、羨ましいなって。だからね自分その
同期で、はい、やっぱ琴将棋ひいきのお客さんもたくさんいらっしゃいます。制限時間いっぱいです。豪ノ山3勝1敗、前に攻める力が出ていますが、昨日は一つ、黒星となりました。正代の受けの強さに敗れました。欧勝海まだ白星なし。もろ差し狙いか、左は入りました。左四つ組み止めた。それでも豪ノ山休まずに攻めきることができるか。欧勝海ちょっと外掛けが高すぎた寄り倒し、豪ノ山の勝ちです。欧勝海も時々この足をかけに行くんですが、状態が起きてしまいました。やっぱ下がってる時の外掛けってあんま効果ないし良くないですよね。自分も押し込まれてから外掛けする方だったんですけど、あれってやっぱね良くないですよね。もう一回見てみましょう。豪ノ山も捕まってしまったんですが、もうあれですね、休まずにもう攻めるしかないというところです。そうですね。でもいいですね。このやっぱ土俵際までこうやって攻めると、この小刻みに下からどんどん押してこられると、やっぱり残す方はね上手が欲しいでしょうから、時相手がですね、左四つで前みつあたりを取って、相手の下手を使わせないようにしながら自分から攻めていく流れを作りたいでしょうけど、それをしようとしてね、こうちょっと正面に四つに組んだりするとしんどくなるんで、その辺はうまく取れる力士なんで、上背で13センチ、体重で42キロの差があります。左を差しに来ました。ちょっと動きました。獅司左四つですが、まだ上手が取れない。回り込もうとしたところですが、そのまま獅司が寄りました。正面にいられるとですね、これは相手の体の大きさに、土俵の外に持っていかれました。大体番付がこのところ同じぐらいのところまで上がってきた時早手ですが、今日どうだったんですかね。上手が取れなかったので、上手が、やっぱ元気でしたけどね、最後ね土曜日はちょっと、思い切ってね回し取って攻めていったんですけどね。でも昨日が本人が一番いい相撲が取れたと思えないぐらいの内容では取れてるんで、さあエディオンアリーナ大阪、静かになりました。待って見ていきました。玉鷲、いやいい突きでした。玉鷲初日が出ました。完全に宇良の状態を落としました。4連敗だったように見えない相撲でした。ああいう相撲を捉えたら宇良は嫌ですよね。まともでした。しっかり手取りというか、1本かける方は7万円ですが、手に入るのは6万円で、つまり90万円という多いですね、個人でこのね平幕ではあるんですが、1回三役に上がりました。これ11本ですか。11本。今ね懸賞の本数が東京場所はもちろん、さて時間いっぱいです。木村元基が合わせます。最後は少しかぶるような形でした。ここまでは正代がこらえています。とったりから崩します。引いた、引いた。正代が勝ちました。久しぶりに勝ちました。欧勝馬に対して、相撲の内容としてはどうか分かりませんが、やりにくそうにしてますね。確かにやりにくい。最後はなんとか引いて勝ちました。こうして
相手のにかかっていた懸賞もいただきました。引き落としという決まり手になりました。カイナを手繰られたり取ったりで崩されたりもしました。ここはよく正代も辛抱しました。これ、押し込んでの引きです。けどいっぱい右四つでも取れる隆の勝ですが、今場所は右を差すというよりも突き起こして攻め込んでいくという攻める相撲が光っている。行司は式守勘太夫に変わっています。とても鮮やかな装束に身を包みました。今日も出足よく突き落としました。隆の勝が勝ちました。5連勝です。今日から土俵に復帰した大野勝ですが、攻められてちょっとまだ足首の状態が良くないでしょうか。かばいながら土俵下におります。こちらは勝ち名乗りを受けた坂解説をお願いしますが、一方的な相撲になりました。でも今場所ね、よく前に出てなんか元気な時の隆の勝って感じがそうですよねしますね。大野勝のねちょっと休場して、対宇良戦10連勝とかそうでしたね。昨日も話題になっていましたね。本来ならば大関目前まで行った大栄翔ですから、もう少し、白星が連なってもいいんです。そうですね。なんで逆に1勝3敗ってこの4枚目で1勝3敗って聞くとちょっと調子悪いのかなと思ってしまう感じですよね。さあ立ち合いです。手を出していきました。突き落としました。これは琴勝峰もろく前に落ちました。大栄翔が勝ちました。琴勝峰1敗となって、現時点では先ほど勝った隆の勝ともう一人高安、これから登場しますが、高安が4戦4勝勝ちっぱなしという幕内は2人となりましたね。開けなかったですね。足が揃ってしまいました。右足がついていかなかったですね。あまりにもの攻めがあって、また左を差しての攻めもあるという自在です。今日はしかしこの若武者吉野富士戦が組まれました。吉野富士とはしかし3回対戦してすべて高安が勝っています。そうですよね。また土俵に上がったところで話を伺いましょう。土俵は一山本2勝2敗、王鵬1勝3敗、2人の対戦です。木村寿之介が合わせます。引いてしまいました。王鵬が引きました。一山本押し出しの勝ちです。もう少し我慢したかったところですが引いてしまいました。序盤はこれ互角かなと見ましたが、この辺りはそうですね。角度をよく下から押してたのは、やっぱこういう今見てるとね、してたって思いますね。だから今日の結び前の一番などはね、藤ノ川21歳、それから青錦も21歳というね、若い2人の対戦。そうですね。別に子供でもおかしくない年ですよね。私なんか孫でもおかしくない年ですさて平戸海と熱海富士、平戸海3勝1敗で、序盤やはり気迫のこもったいい相撲が続いています。これは非常に見どころのありそうな一番です。立ち合いですね。踏み込んでいった平戸海ですが、挟みつけて熱海富士いなしました。平戸海が勝ちました。かわず出ようという気持ちはありましたが、平戸海勝ちました。仕方ないですか。もう前に出てたんで、
平戸海の動きにちょっとついていけなかったですけど、でもあって前に出ていくでいいと思います。途中で右をこう喉輪に変えてるんですけど、これね、あれ思い切って挟みつけていかれた方が小さい力士は嫌かもということなんで、本当にこう一日一番しっかり自分の、相撲を取っていけば、おのずと結果がついてくるという、信念のもとにもやってますから。オリンピックで言えば銀メダルはたくさん手にしている、シルバーメダルはシルバーコレクターと言ってもいいかもしれません。まだ金メダルに手が届いていません。さあ大事な5日目、ここまでで5連勝は隆の勝1人だけです。幕内先に両拳を下ろして綺麗な仕切りを見せます吉野富士。左が入りました。今日は四つに組みました。これまでの相撲とは違いました。圧倒しました。5連勝です。いやいや強い。これもまだ5日目なんですけど、連勝も2人になったんで、なんかいろいろ春場所だし、条件がいろいろ整ってき始めてますよ、今吉野富士は。左がさっと入りました。さっと入ってもこうなったらやっぱ上手も取ってますからね。これはもうどうしようもないですね。万全のよりですね。余裕たっぷりの高安のこれね、吉野富士もこんな簡単に負けてしまう力士ではないんですがね。左のね、また下手もかいなが返っていました。強いですね。力強さが戻ってきたなって感じてます。当然うまさもあります霧島です。今場所もこの一敗は美ノ海に下からね押されて一敗してますけど、それ以外はやっぱり力強さですね、ありますし、今日は若元春戦、この1年だけを見ても5対1で霧島です。通算で13対6、霧島が、若元春を圧倒しています。とったりに行きました。かわしました。霧島勝ちました。はたき込み。一旦いきなり若元春がかいなをとったりに行きました。ここを振りほどいて回り込みました。若元春は今場所初日はいきなり青錦戦で注文相撲を見せましたし、今日も変わったことをやりました。ちょっと元気ないですね。これ狙っていたんですか。狙ってたっぽいですよね。自分自身の左四つという型は持っている若元春ですが、なかなかその型になれないというところでいろいろ迷っている面があるのかもしれません。かなり苦しむのは仕方がないところですが、今日は琴櫻戦。制限時間いっぱいまで来ました。来ましたと言いますが、本来ならば時間前に立ってもいいんですが、このところ時間前に立ち会うという相撲は全くありません。差しにいった若隆景ですが、これならば琴櫻、下手から回しがほどけかけました。上手も探っている。ちょっと回し待ったには難しいところです。またさせました。ここは止めました。取る位置をこれどうしますかね。この結び目もう一回戻しますから、戻して先をつかませるのかどうかというところですね。そうですね。どこ持つか。これね、正面の審判長とどうするかという先を持たせ、回しをそのまま一枚持たせますね。これちょっと体勢が変わってしまいますね。そうですね。これ十分力が伝わるようになってきました。さあ、若
も必死の形相。ここしのぎました琴櫻。上手を与えていない若隆景。寄り切りました、若隆景勝ちました。辛抱して力強い相撲を見せましたが、琴櫻連敗です。3勝2敗。回し待ったで、回しの持つ位置が変わってちょっと若隆景損をしたかなと思いましたが、そうですね、攻め続けました。これ終わったらタッチペンちょっとそうですか、いきたいと思います。じゃあこれを見てからタッチペンにしましょう。最後はしのげませんでした琴櫻。はい、ではタッチペンで解説をお願いします。まだ今現時点21歳ですよね。そうですよね。早いな。この場所綱取りがかかっている青錦ですが、その千秋楽翌日の誕生日をいい気分で迎えることができるかどうかという最高のバースデープレゼントになるのか。2勝2敗。年6場所制、昭和33年以降で5日間序盤2敗をして横綱昇進を勝ち取った力士はただ一人、昭和34年の朝潮しかいません。横綱2人を倒している藤の川。潜っていく、下から右は入りました。け返し、落ち着いていました。青錦寄り切りました。連敗はありません。今日は藤の川もまともに当たるのではなくて下に潜るような立ち合いを見せました。そうですね、やっぱりそれだけ藤の川からしても、やりにくさというかああいうことをしないとって、思わせる存在なんですよね。右が入って肩すかしみたいなので揺さぶった方が面白かった。結果論ですけどね、この時にはこれと思って理解しいってるんで、でもやっぱりこういう立ち合いしかり利き返しもそうですけど、そういう何か変わったことしないと勝てないっていう、もう感じだったんでしょうね。この2日間やっぱりしっかり当たって、自分が押し込んで起こしてますね、やるっていう、この2人は一度だけ対戦があります。一昨年の九州場所11月、まだ豊昇龍が大関の時代ですが、この時は豊昇龍が上手から投げました。上手投げで勝ちました。幕下や十両でも対戦があって、すべて投げ技で小手投げもありましたが、投げ技で、合わせて4回とも豊昇龍が勝っています。制限時間いっぱいです。幕内の勝ちっぱなしは関脇の高安と平幕隆の勝の2人だけとなりました。まだまだ横綱豊昇龍にも逆転の目はあります。序盤5日目です。前回し、かかった、切れた。しかしここで上手を引いた豊昇龍、正面に残しますが逆から呼び戻し気味でした。豊昇龍勝ちました。左の上手を取ってちょっと振りながら右からすくい投げを打ちました。連敗はありませんでした。決まり手すくい投げとなりました。ちょっと呼び戻し気味の決まり方でした。
まあどうでしょう、今日は落ち着いて取ったと見ていいのか。まあ落ち着いてはいましたかね。はい。美ノ海も左のあれでも完全に取ってたらちょっと嫌だったかもしれないですけどね。でも意外とね右の差し手なんかもちょっと入りかけられるんで、見ててね、ちょっと途中なんか一回入りかけられてるじゃないですか。はい、そうでしたね。この後ですね、パッとこうなんかさっと体寄せられたらね、入られますからね。まあしかし攻めを止めなかったですね。そうですね。常に星折の方から仕掛けてるって感じでしたね。力強いですね。かつて仏壇返しとも呼ばれたさあ土俵上では上戸の弓取り式が行われています。最後結びの一番で勝った東方から土俵に上がってこの東の土俵に下がります。結びの一番の勝ち力士に代わる弓取り式、上戸の弓取り式が終わって打ち出しは5時54分です。さあそれではこの後は豊ノ島さんが選ぶ今日の一番たっぷりと振り返ります。呼び戻し気味に右からすくい投げで勝った豊昇龍です。4勝1敗、明日平戸海戦となります。美ノ海は明日大栄翔です。これで5日目の取組がすべて終わりました。はい。